遊びをクリエイトするマリサです。ナムコじゃなくて、ナムコット、レイムです。本日は、任天堂スイッチで発売されているナムコットコレクションを購入したので、当時を懐かしみながら、雑談でもしようと思います。レビューじゃないのね。本数ありすぎて、レビューしきれないぜ。ちなみにナムコットとは、当時ナムコが家庭用市場向けの販売に、使用していたブランド名です。なるほど。なので、PS 版などで発売されている、ナムコミュージアムのようなアーケード版は一切収録されていません。ファミコン版だけね。ナムコットコレクションの販売形態は、今のところ、DLC 第1弾、第2弾、第3弾まで販売されており、第1弾のみパッケージソフト販売されています。DLC での購入は、すべて1本、税込み330円で、まとめ買いは DLC1、2、3ともに各2640円です。まとめ買いは2割引きか。あと、ワギャンランドだけは本編をダウンロードすることで、無料で遊ぶことができるんだぜ。蒔絵かな。ナムコットコレクションの目玉ソフトとして、ソフト10本購入するごとに、パックマンチャンピオンシップエディション、ギャプラスを遊ぶことができるようになるんだ。釣り針でかいな。しかもこの2本、ファミコンのハードウェア性能の範囲内で作られているようで、見た目は完全にファミコン版なんだぜ。おっさんホイホイ。ターゲット層がファミコン世代のウプ主のようなおっさんだろうな。一本一本がっつり遊ぶというより、コレクターズアイテム的な存在だと思うぜ。特にギャプラスに関しては、当時アーケードからの移植が待望されていて、結局発売されなかったからな。アーケード版の登場が1984年なので、35年後に移植されたことになる。ある意味ロマンだな。当時はファミコン登場の初期で、開発側も成熟してなかったんだろうな。CPU 速度が足りないとか、スプライトが足りないとか色々と、言われていたようだぜ。ちなみに、PS 版のナムコミュージアムボルニに、完全移植版のギャプラスが収録されている。なんだと。なので、ナムコット版は完全にロマンだけだな。あと、ナムコットコレクション版のゲームはファミコン版のまんまだけど、どこでもセーブ機能と、巻き戻し機能が追加されているので、どのゲームも楽々クリアできると思うぜ。時間を戻せるのか。ほぼチートだな。ちなみに、かなり遡って巻き戻せるみたいだぜ。人生巻き戻したい。それは無理だぜ。今を生きるんだ。では、この中から、ウプ主の思い入れのあるものを、よしあし合わせて、いくつか紹介していくぜ。レイムさん、これ、どう思います？パックランドだな。そうなんだけれども。ウプ主が当時、期待していたものは、こういう感じのゲームだったんだけれども。アーケードや、PS 版と比較するのは酷ってもんだぜ。しかも、マリオよりキャラちっちゃいんですけど。クリボーかな？ファミコンの初期に移植された作品だから、仕方ないんだけど、期待度マックスで発売日に購入し、衝撃を受けた記憶が蘇ったぜ。元気だぜって。他の作品を紹介しよう。この中で、今どれを遊びたいって聞かれたら、多分バベルの塔を選ぶだろう。どんなゲーム？アクションパズルだな。L 字型のブロックを移動させたりしながら、出口を目指すといった感じだ。思い出補正も入っているかもしれないけど、当時かなり熱中してプレイした記憶があるんだ。
このゲームはファミコン版がオリジナルで、PS 版のナムコアンソロジー1などにも収録されているんだ。PS 版ナムコアンソロジー1に収録されているバベルの塔は、オリジナルの他に、リメイク版も収録されているんだ。L 字ブロックの向きがポイントね。ああ、間違えると身動き取れなくなって、済むんだけど、巻き戻し機能が役立ちそうだな。もう終わりかよ。次に紹介しておきたいのは、ワープマンだ。このゲームは、アーケードゲームのワープ&ワープが元になっていて、ファミコンでは珍しく、リメイク要素を加えた、アップグレード移植になっているんだ。劣化じゃないのね。ゲームでは、今映像に出ているスペースワールドと、もう一つの世界、メイズワールドの二つの世界を行き来し、モンスターを殲滅しながら進めていく内容なんだ。今出ている映像がメイズワールドだ。メイズワールドではシューティング要素がなくなり、ボンバーマンのように爆弾を仕掛けて攻撃するんだ。粘着爆弾。再びワープでスペースワールドに戻ると、メイズワールドで取得した大幅にパワーアップした武器が使えるんだ。炸裂弾だと。爆風は自分にも当たり判定があるので注意が必要。もう終わりかよ。次に紹介したいのはバトルシティだ。こちらの作品も元がアーケードで、ワープマン同様、リメイク要素を加えた、アップグレード移植になっているんだ。すごいよナムコ。ルールは単純で、鳥のマークの司令部を守りつつ、敵の戦車を殲滅しながらクリアを目指すんだ。オリジナルのアーケード版の、タンクバタリアンにはなかった、強化アイテムなどが追加され、良作に仕上がっているんだ。また、敵の殲滅に気を取られて、司令部から離れすぎると、一発でゲームオーバーになるなどの、駆け引き要素も加わっているんだ。余談ですが、スマホ版のバトルシティ電撃作戦オフライン、という作品があったんだけど、こちらは2020年3月31日に配信終了してしまったようです。残念。では、次に紹介しておきたいのは、スターラスターです。こちらの作品はファミコン用の、ナムコ初のオリジナル作品でした。この作品は 3D ゲームの先駆け的存在で、後に、スターラスターに影響を受けた作品が多数存在すると思われる。ジャンル的には、わかりやすく表現しようとすれば、シミュレーション 3D シューティングといったところか。なんだそれは。画面中央のブルーモニターの E マークが侵略者が進行しているエリアで、プレイヤーは侵略者を迎撃しに目的地の E マークに向かう必要があるんだ。難しそう。すまん、説明が下手で。ほんとだよ。ここからが実際の戦闘になるんだけど、中央の3次元レーダーは今でもエースコンバット、などに使用されているのと同じだと思うぜ。ナムコファンを、量産するわけだな。この時代のナムコはゲーム業界を、牽引していたからな。任天堂と揉めるわけね。エリアの殲滅が終わると、次のポイントに進めるようになるんだ。長いので最終地点までカット。スターラスターは後に、グラフィックを強化した X68000 版や、PS 版なども発売されたんだ。逆移植か。プレイ映像は、トレーニングモードなんだけど、他のモードでは呼吸などの要素が加わり、さらに奥深いゲームになっているんだぜ。なるほど。言葉足らずで済まない。
このゲームの面白さを伝えるのは、思っていた以上に難しかったぜ。プレゼンスキルが足りないようだな。すまない。紹介したかったソフトは以上だぜ。なんだと？正直に言うと、パッケージがプラスチックケースの年代のゲームは多分、ほとんどやったことないんだ。やったことないゲームが手に入ってよかったじゃないか。かさばらないし、場所を取らないのはいいな。しかしだな。もしかしたら、持ってるかもしれないからな。所持ソフト、把握してない系か。そんなところだ。というわけで、本日はこれで終わりだぜ。よかったら、チャンネル登録してね。ご視聴ありがとうございました。ありがとうだぜ。